ということで今回は Season 2 Very First Guest をお呼びしたいと思います。 Welcome 親かな。Thank you. Congratulations. Thank you. Oh, so 結婚お nice. めでとう。おめでとう。ありがとう。結婚しました。Oh, thank you, どうよ thank you. 結婚？うんどうだろうね。あんま変わんないけど、うんなんかお祝いされてみんなに、うんそうだったって感じ。それぐらい自然な流れだったってことね。そうだね。なんかそんなに結婚に興味がある方ではなかったけど、なんかそういう風になるのがすごい自然だと感じられる相手と出会えてよかったなって感じ。今日もキミノで乾杯したいんですけれども、はい。カナ選んでもらおう。これ何味があるの？リンゴ、うん柚子、梅、みかん、梅。梅。うん。はい。乾杯。乾杯。 Cheers カナとベニの出会いは6、7年前ぐらいってことだよね。そんぐらいかな。髪長かった。あ、嘘。長かった。あ、じゃあ結構前だよ。うん10年ぐらい前だよ、多分。そうかもね。うん。多分この癖ない。私5、6年前イコール25ぐらいなので止まってるんだけど10年前わかる。2人はどんな出会い？いや、なんか私覚えてなかったんだけど、私覚えてるよ。お店で声かけられたの。一緒じゃん。もう恥ずかしいんだけど、私ナンパフェーズがあったみたい。ナンパされた。店員さんがなんかこっちも来て、なんか共通の友達がいるからみたいな話が始まり、なんか聞いたことあるの。聞いたことあるね。でその後にディナーに誘われたの。全く同じ流れだったんですけどこちらも。何だったかっていうと、多分2人みたいなちょっと話しかけないでくださいぐらいな、なんていうの、すごくこう凛としてる感じの人の壁を打ち壊すのにハマってたみたい。チャレンジ精神だそうね。そう、チャレンジ精神だった。今回はこの3人でトークしてくるんだけど、テーマが Stepping out of your comfort zone。日本語だと、ぬるま湯からの脱却なので、そういう体験を3人で話していきたいと思います。そういうきっかけとかなんか経験ってある？そうだね。多分一番最初は19でパリに行った時、高校生の時に仕事を始めて、モデルの仕事を始めて、で18で上京して、その日の記憶がないぐらい忙しく働いていたタイミングでポンといきなりパリに2ヶ月ぐらい行ったの。何きっかけ？いや、なんかね、もともと留学したかった、その大学、アメリカの大学に行きたいって高校に入るぐらいの時から思っていて、で海外に行きたい熱みたいのがすごい強かったんだよね。それで大学で留学するきっかけがこうなくなったから、そこでじゃあこの仕事で海外に行けるチャンスがあるんだったら行きたいと思って行ったんだけど、何も決まってなかったまま行ったの？一応向こうのエージェントは決まっていて、住む場所も決まっていて、ただ当時は英語も喋れなかったし、物心ついて初めての一人の海外で、何も分からなかったけどえいって言った。それはすごい自分の中で大きいターニングポイントだったかなと思うね。ベニは？私は20歳、21歳の時に、その当時5年間所属してた事務所がすごい大きな事務所だったんだけど、なんか私はやっぱアーティストとしてやりたいことが結構はっきり、なんかこういう場所に行ってライブしたいとか、なんかこういう人たちと一緒に曲を作りたいとか、そのビジョンには多分ここにいたらたどり着けないなっていう風に感じた時があって、まずもうどこに行くかはわからないし、全然コネクションも何もないまま、とにかく
今だと思ったタイミングですごい飛び込んでみたの。飛び込んだっていうか独立して一回もうその当時一緒にずっとサポートしてたマネージャーしてくれたマネージャーと会社を作って、そこからひたすらお金もないしコネクションもないしなんかどうしていけばいいか分かんないけど、とりあえずライブをすれば一人でも多く人には届けられるし、歌をファンもついてくれるかもしれないっていうので年間で120ライブをしたのよ。すごいね。だって3日に1遍ぐらいでしょ。そう3日に1回人前で歌ってた。すごい。で全国全都道府県回ったの。すごい。なんか自分にすごい自信を持てるようになったの。このパフォーマンスだけじゃなくてどこに行ってもどんな最悪な状況でも私は絶対歌える自信あるっていう、だってもう本当にちっちゃい箱でもう全然多分30、40人ぐらいの人しかいないところを後ろからプロレスラー入場みたいになんか入ってくの終わってでなんかマイクを渡されみたいななんかこう今でいうラップバトルのなんか場面みたいな、なんかリハもなかなかできないし、全然こう歌い始めたらなんか全く聞こえないんですけどとか、すんごい酔っ払いたちが喋ってるんですけどとか、なんかヤジ飛ばしてるんですけどとか、なんかもうそんなのもいっぱいその時に経験できちゃったから、それをどうやってじゃあ逆に MC で突っ込んだりとか、怖かったし緊張もしたし泣きそうになったし、自分でメイクもなんかヘアメイクもしてガンガンつけまとか取れちゃうみたいなとか、歌ってたらもうバーンってそうもう汗だくのもう超蒸してる会場の中でも多分歌い続けたあの1年が自分の本当ターニングポイント、で今でも誇りの1年だったなってすごい思う。そのでも100本ノックみたいなのってすごいタフになるよね。自分が私もパリに行った時に毎日オーディションを10本ぐらい受けてたの。で当時iPhone とかないから住所だけ送られてきて、何時から何時までこのオーディションはい全部自分で回ってくださいみたいな、もうこういうのなんか地図を自分でこうやって調べて、でめっちゃ迷子になりながら毎日オーディションを10本ぐらい受けて毎日落ちて、でもそれでも毎日オーディションに行くっていうのをやってて、でめちゃくちゃホームシックだったし、もう本当に辛かったけど絶対に帰らない、日本には2ヶ月経つまでと思って。わかる。なんか自分のものに絶対して帰りたいっていう気持ちはすごくわかる。私もなんかターニングポイントは絶対海外なわけ、一番ステッピングアウトブマイカンフォートゾーンはやっぱりイギリスの留学、大学4年間っていうのが、一番私もきつかったから、もうなんかカリキュラムとかオリエンテーションとか最初から全く分かんないし何言ってるかほぼ、そうだよね。高校まではずっと日本の学校でいきなり全部勉強が英語にすごいことだよね。揉まれまくりだね。揉まれまくりだけど卒論書いてで卒業できたっていうところはもう大きいよね。いや本当素晴らしい。それはやっぱ自分の自信になるよね。さっきベニちゃんが言ってたように、なんか自分は頑張ったの知ってるし、自分はこうやりきったのを知ってるから、なんかもっと自分がさこう頼りになるようになるというか、これ乗り越えたから次も大丈夫っていう、こうちょっとずつ自信になっていくのってなんか努力のやっぱりすごい素晴らしいところで、なんかそれが誰が見てなくても自分は頑張ったの知ってる、自分は怠けたの知ってるっていうのは、自分のそのセルフエスティームにすごく大きな影響を与えるよね。カナは最近何か最近のチャレンジステッピングアウトカンフォートゾーンは洋服のブランドを立ち上げまして、おめでとうございます。ありがとうございます。展示会来てくれて、その洋服のブランドの立ち上げっていうのは結構前からいろんなお話はいただいていて、ありがたいことに。だけどなんかやっぱり周りに真剣にやってる人たちがすごく多い業界に私は自分がいて、さきこもそうだし、すごい真剣にものづくりしてる人がたくさんいて、そのプロの方がたくさんいて、私なんかがやっていいことなのかなっていうのがあんまりその自分の中で確信できなかったの。でも最近はその自分の好きなものも分かってきて、どういうものを作りたいかっていうビジョンもこう
自分でこう掴めるようになってきて、でそのタイミングでその自分がやりたい形でブランドが立ち上げられるっていうお話をいただいて、それで今回だったら私これ飛び込める、今だったらと思って飛び込んだっていうか、なんかその環境に配慮したものづくりとかがやっぱり自分の中ではすごい大事な面で、やっぱりね、ものを作るってそのバランスを取るのが難しいから、私の中ではそれができるかどうかっていうところもネックだったから、なんか今までは自分がその表に出て表現する立場だったけど、自分が作るものでこれから表現していきたいなっていうところにちょっとずつシフトしてきていて、そういう意味でエンサークルもすごいその一つだし、あとはそのリップバームを今回作ったんですけど、先ほどお二人にもお渡ししたんですが、カラーリップを作って、ありがとう、嬉しい。そうこれもね業界初の試みで、全部成分解するの。これプラスチックじゃなくてノープラで、これ全部サトウキビでできてて、土に植えたら買えるの。この外も中も全部。わー、その柔らかさがさ、このリッドを閉めるのに、蓋を閉めるのに緩くなってきちゃうとか、ぴったりいかないとか、そういうのとかをずっともう改良して、パッケージ作るだけですごい時間がかかったんだけど、すごいね。何色があるの？これは赤とこれがトマトで、ピンクもあるんだけど、ピンクは桜餅。かわいい。トマトと桜餅があります。私トマトを選んだ。私もトマト選んじゃった。でも、ね、ピンクはね結構見た目一見フューシャピンクみたいな派手なピンクなんだけど、塗るとすごい肌に馴染んで、私もピンクしないから、大人がつけて可愛いピンクいいねの色をこだわって作りました。じゃあこのグッドリップスはどこで買えるの？詳しい情報は私のインスタグラム等々でお知らせしてるので、ぜひそちらをチェックしていただきたく、はい、エンサークルもエンサークルのオフィシャルアカウント、インスタのアカウント、ウェブサイト等あるので、私のインスタ等でも紹介してるんですけど、よかったらぜひ。じゃあ今日はありがとうかな。ありがとう、楽しかった。じゃあチェア